どうもビースパイスインクです。今回は独特な甘い香りのするスパイススターアニスで豚肉を甘辛く煮込む台湾料理ルーローファンをベースにしたカレーです。唐辛子、黒胡椒、ホアジャオ、クミン、その他たっぷりのスパイスを加えてほんのり甘辛に仕上げました。甘辛に仕上がっているので普段のカレーとはちょっと風味が違いますが、たっぷりスパイスを使っていてカレーといえばカレーですし、ルーローファンといえばルーローファンのようなカレーの定義を考えさせられる問題作となりました。そんなルーローファンカレー、下ごしらえで豚バラを短冊に切っておいて玉ねぎを薄切りにしておきます。食材のカットができたらフライパンに中火をつけて温まったら豚バラを入れます。豚バラをフライパン全体に広げてあまり触らずに焼き目をつけていきます。焼き目をつけることで香ばしさや仕上がりの味にコクが出ます。中火のまましばらくしたら混ぜて豚肉全体に焼き色がつくように炒めていきます。この焼き目など食材が茶色になって香ばしくなる現象をメイラード反応というのですが、醤油や飴色玉ねぎ、コクを出すためにいろんなところで行われている反応なので、頭の隅に入れておくといいことがあるかもしれません。お肉が炒まったら一旦取り出しておきます。焼き終わったフライパンにはお肉の肉汁が焼き付いてこびりついています。これも大事な旨味なので水を加えてこそぎ落としていきます。この水も後で煮込む時に使うのでお肉と一緒に取っておきます。洋食とかでよくやられている調理法なんですが、正直面倒だなって時はやらなくても大丈夫です。お肉を焼き終わったらフライパンに油をひいてホールスパイスを加熱していきます。この油でホールスパイスを加熱して香りを引き出す作業をテンパリングと言います。今回テンパリングに使うホールスパイスはルーローファンには欠かせないスターアニスをはじめ唐辛子、シナモン、マスタードシードを使います。弱火をつけて中からじっくり香りを引き出すように加熱します。マスタードシードは火が入るとパチパチとあちこちに弾け飛ぶので、フライパンを斜めにして油の中に沈めて飛び散りにくくしておきます。この方が他のホールスパイスも全体が油に浸かりやすくていいと思います。しばらく加熱しているとマスタードシードが弾ける音がしてくるので、そしたらクミンを加えます。クミンは火が入りやすいスパイスなんで後から加えます。クミンが加熱されて香りが立ってきたら玉ねぎを加えます。玉ねぎ全体に油が回るように混ぜます。全体に油が回ったら玉ねぎをフライパン全体に広げて色づくまで加熱します。焼き色をつけながら焦げそうになったらたまに水を加えてあげて、また混ぜて焼き色をつけるを繰り返します。全体が茶色くなってきたらニンニクと生姜を加えて青臭さがなくなって香りが立ってくるまで炒めます。ニンニクと生姜が炒まったら一度火を切ってフライパンの温度を下げておきます。そしたらここでパウダースパイスを加えます。今回使うパウダースパイスはコリアンダー、クミン、ホアジャオ、カイエンペッパー、ブラックペッパー、クローブ、シナモンです。これをフライパンに加えたら弱火をつけて粉気がなくなり香りがしっかりと出るまで炒めながら混ぜていきます。
あんまり火が強すぎたりすると焦がしちゃうので注意します。パウダースパイスが炒まったら焼き目をつけておいた豚バラを加えます。全体を軽く混ぜたら醤油、オイスターソース、砂糖、お酢などの調味料と豚バラを焼いた時に取っておいた汁を加えます。全体が馴染むように軽く混ぜたら水を加えて煮込んでいきます。沸騰するまでは強火にしておいて大丈夫です。水が沸騰したら弱火にして20分煮込みます。煮込み終わったら味見をして物足りなければ塩や醤油で調味します。水が煮詰まりすぎている場合は水を足して調整します。完成したら器にご飯を盛り付けてカレーを注いでいきます。ルーローファンと違い煮詰めずに仕上がりは結構サラッとした感じにします。仕上げに余っていたごぼうを揚げたやつとカスリメティ、ブラックペッパーを振りかけて完成です。ごぼうを揚げたやつが余ってる家庭はほぼないと思うので、なくても全然大丈夫です。いただきます。見た目はいい感じに茶色でカレーですが、味わいがほんのり甘辛で日本人好みのやつだと思います。豚バラやオイスターソースのコクもしっかりとあってスパイスもたっぷりなので、脳天を直撃してくる新しいカレーの可能性を感じられる美味しさでした。麻婆豆腐や担々麺、中華系の味わいとカレーを合わせてアレンジしているお店が結構あるので、このチャンネルでもこれからもいろいろ試していきたいです。よかったら作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。